皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 名古屋駅の広小路口改札の近くです。名古屋お出かけ切符の旅を終えて、近鉄への乗り換え改札に向かっています。今回は奈良県への帰り道の動画になります。さて、時刻は17時を過ぎたばかり。次の火の鳥は17時25分というのがあるので乗ってみます。通常火の鳥は毎時0分ジャストに大阪難波、近鉄名古屋を発車しますが、土休日のみの運転の列車があります。土休日のみの運転の列車は、難波、名古屋ともに朝の1本と夕方3本の列車があります。また、この時間帯は大和八木駅に停車するので、奈良県民としては非常に便利です。ということで、土休日のみ運転の17時25分発、火の鳥767列車に乗車してみます。火の鳥が止まっているといつも人だかりになります。記念撮影する方が絶えません。火の鳥の発車を待っているとアーバンライナーネクストが入ってきました。この飛ばし発の名古屋駅特急が次の17時30分発大阪難波行き名阪乙特急に充当されるようです。ちなみにアーバンライナーネクストは6両編成で、今回乗車の火の鳥767列車は8両編成なので、停車位置がこんなに違います。発車時間も近づいてきたので、火の鳥車内に乗り込みます。7号車の火の鳥レギュラーシートです。発車まで数分ありますが、割と空席がある方ですね。特急券が必要です。そして17時25分になり、火の鳥767列車の発車です。真っ暗になったのでカメラを車内に向けましたが、ここはベンチスペースと無料のロッカーがあります。大阪難波から名古屋まで2時間かかるので、ここで気分転換に来て座るのもいいですね。自分の席に戻ります。発車しましたが、先ほどと席の埋まり具合は変わらず、窓側の席も結構空きがあります。次は津です。特急には乗車券の他に特急券が必要です。特急券の指定番号の17時ちょうど発の火の鳥の予約状況を見ていましたが、レギュラーシートの窓側席はすでにほぼ満席でした。なので17時25分発の767列車にしました。大きな駅を毎時0分に出発の特急は認知度が高いから混みがちですが、そこが25分発の土休日のみの列車となると、0分発よりマイナーな存在で空いているということでしょうか。でも25分発の火の鳥もお盆や年末年始や連休の時期などはさすがに混みますね。25分発の火の鳥が混んでいたら30分発のアーバンライナーにするところでした。ということで、空いている火の鳥レギュラーシートで快適な帰りの旅の始まりです。今回の旅の往路は火の鳥がほぼ満席で、八木から名古屋間は隣の席の方もおられたので、2時間じっと我慢の子でしたから。さて、17時半も過ぎて早めですが夕飯をいただきます。今日は帰宅後用事がありまして、この火の鳥車中が夕飯時になります。ちょうど空いてますし、隣の席も空席なので気兼ねなく駅弁をいただけます。近鉄名古屋駅改札内のファミマで駅弁を購入しました。名古屋名物のコーチンわっぱ飯。名古屋コーチンのしぐれ煮に卵そぼろ、うずら卵にごぼう、たけのこ、こんにゃく、しいたけ、山菜と具沢山な内容です。ご飯は炊き込みご飯でした。今日は名古屋お出かけ切符で一日巡りまして、歩きも結構終わって疲れているところです。しぐれ煮の甘辛い味がちょうどよく美味しかったです。ごちそうさまでした。夕飯も済んだのでコーヒーでも飲みましょう。火の鳥の先頭車と一番後ろの車両にあるカフェスポット。
火の鳥には車内販売は回ってきませんが、カフェスポットでコーヒーやお菓子類を購入できます。ということでコーヒーを購入。確か火の鳥のデビュー以来200円の価格は変わっていませんね。お金を入れる前にカップをセットしておかないと大変なことになります。コーヒーの抽出には時間がかかるので再生速度を速めてお送りしています。出終えたらカップを取り出して席に戻るまで溢れないように蓋をしてかき混ぜスティックとお砂糖とミルクをいただきまして席に戻ります。後ろにコーヒーを買いに来られたお客様がもう一人並ばれていました。撮影しながらでしたが迷惑にならないよう手早く済ませました。引き立てのコーヒーを座席で飲むのもちょっとした贅沢ですね。列車は江戸橋駅を通過。JR 紀勢本線と伊勢鉄道の線路をまたいで津駅に停車します。津駅に停車中に乗務員の交代が行われています。ここから乗務の運転手さんと車掌さんは終点の大阪難波まで担当です。津からも数名乗車がありました。夏休み前ですので程よい焼き具合です。毎時間同じ時間に来る列車は乗客が比較的多いと思いますが、イレギュラーな時間の列車はこんな感じなのでしょうね。お盆や年末年始、連休などはさすがにこうはいかないと思いますが、18時12分、こうして津駅を発車です。次の大和八木駅で下車ですが、到着は19時6分。まだ54分と先は長いです。津を発車してもう一度デッキへ行くと、こちらが目につきました。2020年のグッドデザイン賞ベスト100に選ばれたのと、2021年のブルーリボン賞受賞のプレートが掲げられていました。どちらも栄誉ある賞をいただいて誇らしげです。座席に戻ると中川短絡線を走っていました。近鉄名古屋線から大阪線へのショートカットするルートです。急カーブなのでゆっくり通過します。短絡線も通過し終えて火の鳥は元のスピードで夕暮れ迫る近鉄大阪線を走ります。この後は新青山トンネルがあったり山あいのトンネル区間ですが、トンネル内も携帯の電波が届くので動画の視聴をしていました。今朝も朝早く出発して録画しておいた番組を火の鳥の座席で視聴。もし電波が心配でもフリー Wi-Fi が使えます。こうして見終えてうとうとしていたら気がついたら桜井駅を通過。急行でも4分あれば私が降りる駅の大和八木に着きます。急いで降りる準備をしました。大和三山の耳なし山が見えたら大和八木はもうすぐです。こうして火の鳥767列車は19時6分に大和八木駅に到着。近鉄名古屋から1時間41分の旅でした。25分発の土休日運転の火の鳥。いつもの0分発より空いていたのでゆったりのんびりできてコーヒーも買いに行けて火の鳥の旅を十分に楽しめたと思います。名古屋お出かけ切符の旅の締めくくりにもふさわしい旅を楽しめてよかったです。駅の火の鳥の動画から何回にも分けてお送りしました名古屋お出かけ切符の火の旅は今回で完結です。ご覧いただきましてありがとうございました。また次の旅をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。